さあ、3月5日になった。これから俺たちがやる街づくりとは何なのか、詳細を教えてもらいますよ、神様。どこでどんな街を作るんですか？ポケモンバトルができる家って作れますか？ EV との愛の城は作れますか？冥界みたいな家って可能でしょうか？いろんな修行ができる家なんてあったら住んでみたいです。みんなで楽しくアニメ見たり遊んだりできる家とか？これからブラッキー家の皆さんにはとある世界に行っていただきます。そこは人間がいなくなった世界。人間がいなくなった？その世界にはたくさんのポケモンたちが取り残されています。皆さんにはそのポケモンたち全員が幸せに暮らせる街を作っていただきたいのです。全員ですか？そう、一人残らず全員。それがあなたたちに課された使命であり運命です。なんか思ってたより結構スケールのでかい話なんじゃ。それでは皆さんの健闘を祈ります。いってらっしゃい。うわ頼みましたよ、皆さん。結構長い橋だったね。こっちにこんな広大な土地があったなんて驚きですわ。にゃおはどうしたの？ブラッキーたちどこに行ったのかなと思って。結局他の4つのマップでは見つからなかったね。ここで見つかるといいんだけど。うん。大丈夫、きっと皆さん無事ですわ。だってにゃおはくんがこんなにしっかりしてるんですもの。にゃおはくんのお仲間もきっと大丈夫です。そうだよ。そうだよね。ブラッキー家のポケモンはみんなたくましいから。ありがとう、ウスチュー、メタモン。よし、にゃおはくんのお仲間をここで見つけましょう。おお。あそこにもポケレイフがあるよ。見てみよう。広大な場所ですわ。ピピピ、起動完了。あ、動いた。この町の情報を取得します。ここはまっさらな町、誰の手も入ってない場所です。あなたたちだけの町を作れます。すごい、僕たちだけの町だって。町の名前決めちゃいな。言い方を変えれば全部私たちだけで作らねばならないということですね。でもすっごく楽しそうだよ。ワクワクするね。で、名前だって？名前ですか。名前か。10分悩んだ挙句、アスカチャンネルのポコアなのでアスポコタウンという安直な名前になりました。名前決めるのって案外難しいんですね。まあ名前なんてわかればいいから。安直な名前で登録完了。こちらのスペシャルチャレンジをクリアすれば素敵な特典があるよ。スペシャルチャレンジ？何がスペシャルなんでしょうか。わかんないけど、とりあえずやってみよっか。にゃおはEV！ それにゾロも。よかった、2人とも無事だったんだね。にゃおはも合流できてよかった。この方たちがにゃおはくんのお仲間なんですね。よかったね、にゃおは。EV、ゾロア。こっちの世界で出会ったメタモンとウスチューだよ。はじめまして皆さん。はじめまして。すごい、人間に変身してるメタモンだ。よろしくね。なんかさっきのポケライフの話を聞くに、スペシャルチャレンジとブイズが関係してそうだね。スペシャルチャレンジをクリアするとブラッキーたちと合流できるのかな？やってみよう。ちなみに翡翠ゾロアはポコアで内定をもらっていないようなので、動画のみの出演という感じになります。私が EV のそばを離れることはない。たとえ内定をもらわなくてもたくましい。すごい執念を感じる。なるほど、どうやらそれは愛の力ですね。たとえ画面上で見えなくても私は常に EV の背後にいるよ。 EV のスタンドかな。このアフタヌーンティーセットってエーフィーっぽくない？おしゃれな感じといい、紫っぽい色といい。そうそう。じゃあチョコクッキーはブラッキーかな？どれからやってみる？一番簡単なのはアフタヌーンティーセットだね。家に旗を立てて誰かと住めばいいだけですわ。それじゃあ早速建ててみよう。わあ、家の建築なんて初めて見る。どんな家ができるのか楽しみ。そっか、楽しみなんだ。そうですよね。楽しみですよね。ごめんなさい。なんで謝るの？こうして石で囲ってドアをつけて、あとは中に3種類の家具を配置すれば完成。これ？家？家。
私、こういう家って初めて見たかも。いろんな家があるんだな。ポコアではこれが家として通用するんだよね。ポコア、奥が深い世界ですわ。最後にメタモンの旗を立てれば、これでメタモンの家になった。こうして僕の家を作っておくと、いつでもここにファストトラベルで飛んでこれるんだよ。それは便利だね。必ずやっておくべきだね。よし、アフタヌーンティーセットが手に入った。これをどうすればいいのでしょう。テーブルと椅子を用意して、テーブルにこれを乗っければいいみたいだよ。こんな感じ？生息地、エレガントな昼下がりが蘇ったって？ああ、もうシルエットが完全にエイフィー。これにエイフィーが釣られてやってくるってことなのかな。でもエイフィーってそんな単純だったかな。いや、案外単純かも。ってニャオハが言ってたって後でエイフィーに報告しよっと。やめてください。ちなみに生息地を作ったことで星ガリスちゃんが仲間に加わっていますわ。ニャオハくんと楽しそうにお話ししてますね。星ガリスの生息地は木1本に草4つだね。他にもいくつか生息地を作ったから徐々にポケモンが集まってくると思うよ。賑やかになるの嬉しい。EV 寝てたのに意外と話聞いてた。えへへ。そういえばこの世界のポケモンすべてが幸せに暮らせる街を作れって神様に言われてたんだったね。事情はニャオハくんから聞きました。ブラッキーさんたちを見つけることも重要ですが、他のポケモンたちの暮らしを充実させる必要もありますわ。やることが山積みだ。焦らず順番にやっていこう。私気づいたことがあるんだけど、言っていいっすか？どうぞ。このまま行くと私たちってあの小さな箱じゃなかった家にみんなでぎゅうぎゅう詰めで寝泊まりすることになるよね。確かにそれはちょっときついかも。あら、私はそれでも構いませんわ。皆さんとぎゅうぎゅう詰めで暮らすの楽しそう。ウスチューが意外とたくましい性格だった。ウスチュー結構強いよ。まあいずれにせよ、ポケモンが幸せに暮らせる家はどうせ建てていかないといけないからね。エイフィーが T セットに釣られてやってくるまでまだかかりそうだし、その間に本格的な家の建築を始めようか。いや本当に今回はマジなやつを建てるから。本当？この目で見るまでは信じられない。このポケセンの裏のスペースなんてどうかな？いいね。じゃあまずはその辺を整地しようか。了解。一発で木がバラバラになった。すごいパワー。メタモンさんはパンチしたり転がったり飛び回ったり本当に何でもできますわ。メタモンすごい。メタモンの力があればみんなが幸せに暮らせる街づくりも夢じゃないね。素材が足りないから他のマップから持ってきたよ。わーい。エイジー、ミニージー。 EV、ゾロア、ネオハ、みんな怪我とかしてない？大丈夫だよ。エイフィーよかった。会いたかったエイフィー。よかったみんな。感動の再会ですわ。よかったねみんな。エイフィー、どうやってここに来たの？いやーなんか美味しそうなティーセット見つけたから。やっぱり単純だった。この世界で出会ったメタモンとウスチューだよ。あら、素敵な友達ができたんだね。二人ともこれからよろしくね。よろしくお願いします。あら、このちっちゃい子はミニーフィといって、この子もちっちゃいけどエイフィだよ。まあ、なんてかわいい。よろしくね、ミニエフィ。そっか、まだブラッキーたちとは合流してないんだね。ブラッキーたちのことも気になるけど、ひとまず家を建てないと僕たちが泊まる場所がないんだよね。だから今から家の建築をするところなんだ。へえ、私家の建築なんて初めて見るよ。どんな家が建つか楽しみだな。え、どうしたの？エイフィー、あまり期待すると後で傷ついちゃうかもしれないよ。世の中はそんなに甘くないんだよ。一体何があったのよ。お二人のトラウマになってしまったようですね。とりあえず土台から作ってみようか。了解。ポコアの家は大きすぎると認識されないみたい。いろいろ試してみたんだけど、壁で囲った中身が 9×10 マスまでなら認識されたね。今 9×10 マスになってるよ。認識されましたね。ここから1マスでも広げようとすると解除されちゃうんだよね。あと高さも5マスが限界っぽい。そうだね。僕たちもまだポコア始めたばかりなんで、何か間違ってたらコメントで教えていただけると嬉しいです。嬉しいです。できた。とっても
お豆腐です。もう何も信じられない。いや、待って待って。もちろんこれで完成じゃないから。この完全なるお豆腐からどんな家が完成するのか楽しみに見ててね。まだ希望を持ってもいいのかな。自分の目で見るまでは信じないぞ。すっかり疑心暗鬼になっとる。まず玄関を左側に移して建物右側を1マスへこませたよ。まあ、これだけで完全なるお豆腐は卒業できましたわ。ちょっとだけおしゃれになった気がする。確かに実際の家って完全なる四角じゃなくてへこんだり出っ張ったりしてることが多いよね。次に階段を作ろっか。2階はどんな感じにするの？バルコニーにしようかなって。ここせっかく海の絶景が見れる立地だからそれを堪能できるようにしたいんだよね。それは素敵だね。こんな感じかな？いいね。次に2階の建物部分を作ってお豆腐できたよ。後で屋根をつければ見栄えが一気に変わるからね。疑心暗鬼組の心のケアを忘れないにゃおは。にゃおはくん偉い。じゃあ屋根をつけようか。2マスせり出した方がいいかな？そうだね。やってみよっか。お、いいんじゃない？おお、ついに屋根が。なんか家っぽくなってきた。 2階の屋根も作ってできた。ちょっと2階の建物高いかな。後でもう1マス下げてみようか。そうだね。家周りの地面や2階の床を石にしてみたよ。疑心暗鬼組、ついに疑心暗鬼から解放される。ここまで来ればまともな家になることは間違いなさそうですものね。安心してもらえたようでよかったよ。次に窓をつけて1階のテラスの出入り口はとりあえず自動ドアにしとこうかな。なぜ急に自動ドア？いやー、本当は吐き出し窓っていうよく庭やテラスの出入り口に使われる大きな窓にしたいんだけどさ、まだ吐き出し窓が手に入ってないんだよね。さすがにどこかにあるとは思うんだけど見つけられてないね。もし手に入ったよという方がいたらどうやって手に入れたのかコメントで教えていただけると嬉しいです。まだまだわからないことだらけですね。でもそれが楽しいですわ。問題が発生しました。自動ドアが開きません。電気通ってないもんね。そのせいで僕らがここから出られなくなりました。その白い柵越えられないの？越えられないよ。越えられないよ。越えられませんわ。さっきまでもっと高くぴょんぴょん跳ねてたのに。電源を作って電気を通そうか。エーフィー行こう。オッケー。あの岩山から水が湧いてるね。あそこから水を引いてきて水力発電所を作るってのはどう？それ良さそうだね。この辺から向こうに水路を通しちゃおうか。水を吸い込んでダバー。おー、いった。あ、すごいことになった。水路を整備して家の方に向かってまっすぐ水路を引く。ダバー。ゴロ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 。ダバー。よし、つながった。あとは水力発電キットを設置して建築。建築はエーフィーと新たに仲間になったワンリキーに任せよう。完成。よーし、あとは電線を引くだけだね。さあどうだ？開いたー。やったあれ？みんなは？ー。いつの間にか戻ってる。一体どうやって？あ、メタモンさん、エーフィーさん、ご苦労様です。電気通った？通ったよ。よし、じゃあ続きやろうか。おお。家具をポンポン配置して家の前は石の道で整備してこのガーデンライトに電気を通すにはこの辺に電柱を立てなきゃいけないんだけど
見た目が悪くなるんだよな。電柱で景観損ねるの気になるよね。何かいい方法はないのでしょうか？電柱を地面に埋める方法とかないのかな？調べましたぞ、インターネットで。なんでもポリゴンを仲間にすると無線送電機というアイテムのレシピがもらえるとか。その無線送電機って何なの？そこまではわかりません。でもなんか良さそうだよ。やってみましょう。ポリゴン来た。ポリゴンの生息地は机2つの上に実験セットとコンピューターを乗っけたものだったよ。で、なんか素敵な音楽を聴けばレシピを思い出せそうって言うから CD プレイヤーと CD を持ってきた。これでよろしいのでしょうか？おお、これはとっても心地よいミュージック。良さそう。やったー。さあこれが電柱問題を解決するのか。早速試してみよう。じゃあ地面に埋めてみようか。1マスの箱状のものなんだね。あ、街灯に電気ついた。あとは埋めてもつながるかどうかですわ。つながってる。やったよし、電柱と入れ替えよう。家の床の下にも埋めて。よし、天井の電気ついたね。これで電柱なしで全部電気通ったよ。ついに家完成。日が暮れる寸前で間に合いましたわ。大変だったね。建築って時間かかるんだな。あと屋根をピンクに塗る作業が残ってます。しかも絵の具の材料が足りないので続きは明日だね。結局家の細かいところを直したりしてたらまた夕方になってしまいましたわ。ここを塗れば終わりだよ。メタモン頑張れ。うおー、完成。やったついに終わりましたね。正直建築を舐めていました。ー。それじゃあ家を見ていこうか。まず外観はこんな感じ。最初の豆腐の状態に比べたらずいぶん良くなったね。よかった。なぜ入り口にピカチュウの人形があるのですか？ここ薄中に住んでもらいたいと思って。私ですか？どうして？ニャオハから話は聞いたよ。ウスチュウ、弟がいるんでしょ？ウスチュウに早く弟たちと一緒に暮らしてほしくて、それでメタモンとニャオハがウスチュウに合う家を考えたんだよ。そうだったのですね。ニャオハくん、メタモンさん、皆さんありがとうございます。こっち側とかちょっと寂しいからもうちょっと何か足してもいいかもね。そうだね。中はこんな感じ。薄中は文字があるのが好きだから本棚を置いたよ。あと甘いものも好きだからモモンの実を皿に置いておいたんだけどなくなってるね。お腹空いてたからさっき食べちゃった。お腹空いたなら仕方ないね。次は2階だね。ドアを開けるとバルコニー。うわー、すごい景色だ。絶景だ。なんて美しい。こうやって絶景を見ながらティータイムを楽しむこともできるよ。いいね。あとはテラスだね。出た、自動ドア。吐き出し窓が手に入ったら交換しようね。ここも景色が素晴らしいですわ。無線送電機のおかげで景観を損なわずにガーデンライトに電気をつけることができてるね。無線送電機の存在はでかいね。はあ。わあ、メタモン気持ちよさそう。海を見ながら入浴って贅沢だな。今回初めての本格的な建築だったけど、なんとかなったね。今回が初めてだったの？今までは草4つとか建築キットとかそういうので乗り切ってきたから自力の建築ってやったことなかったんだよね。でもこれで建築の面白さが分かったからこれからもガンガン作っていきたいな。皆さんの素敵なお家も作りましょう。すっごく美味しいものが食べられるレストランとか。温泉にも入りたい。夢が膨らむね。うにゃー、うずうず。どうしたのニャオハ？エイフィーの尻尾見てるとなんか体がうずうずする。いつものやつやん。うにゃ。おっと危ない。ごめんね、エイフィーの尻尾ってなんでこんなに捕まえたくなっちゃうんだろう。誰の尻尾でもなるやん。うにゃにゃ今のは惜しかったね。ー。うにゃー、フェイントも読まれてる。
お二人とも元気ですわ。すごいな。僕もう疲れちゃって。ちょっと休ませて。おやすみ。僕もおやすみ。EV とメタモンが一緒に寝てる。かわいいですわ。じゃあ今回はこれで終わろうか。次回はブラッキー、ミニブラと合流したいね。ミミッキュちゃん、ポリちゃん、ルカリオさんも探したいですね。そうだね。そしてまた何か建築もしよう。それではまた次回お会いしましょう。